日が徐々に沈み、夕食の時間が近づいてまいりました。熊野さんは夕食の献立に悩んでいました。ラーメンを作りたいけど、おとといの夕食にチャーシューラーメンを作りました。スパゲッティを作りたいけど、昨日の昼食にスパゲッティを食べました。サンドイッチを作りたいけど、今日のお弁当はサンドイッチでした。このままでは日が暮れてしまう。熊野さんは冷蔵庫をチェックしてみました。冷蔵庫の中を見て、熊野さんは瞬く間に献立を思いつきました。人参とじゃがいもと牛肉はカレーに、豚肉と玉ねぎはハンバーグに、豆腐とわかめは味噌汁に。時計の針を見て、熊野さんはすぐ下ごしらえを始めました。熊野さんは人参とじゃがいもを手に取り、水で洗いました。それから人参とじゃがいもを一口大に切りました。ゴロゴロした人参とじゃがいもは牛肉と一緒に圧力鍋に入れました。カレーの準備が終わった後、熊野さんは豚肉をミンチにしました。玉ねぎはみじん切りにしました。豚肉と玉ねぎを混ぜ合わせ、肉種になりました。ハンバーグの仕込みが終わった後、熊野さんは豆腐をダイスに切りました。わかめは水に戻しました。さあ、調理を始めましょう。人参とじゃがいもと牛肉が入った圧力鍋に電源を入れ、豚肉と玉ねぎの肉種をフライパンに並べ、豆腐とわかめが入っているだしに味噌を溶け込ませる。チクタクチクタク。時計の針が6時に差し込んだ頃、熊野さんの息子が帰ってきました。ただいま、いい香り。今夜はカレー。と息子が聞いてきました。熊野さんは、そうよ。早く手を洗ってきなさい。と優しく返事しました。時計の針が6時半に差し込んだ頃、熊野さんの娘が帰ってきました。ただいま、いい匂い。今夜はハンバーグ。と娘が聞いてきました。熊野さんは、そうよ。早く着替えなさい。と短く返事しました。時計の針が7時に差し込んだ頃、熊野さんの夫が帰ってきました。ただいま、味噌汁の匂いだ。と夫が言いました。熊野さんは、そうよ。早く座りなさい。と簡単に返事しました。夕食の準備は長く、夕食の進行は早く、用意された品々はあっという間に消えてなくなりました。ですが、悲しむ必要はありません。次の日にも、そのさらに次の日も、きっと変わらぬものが食卓の上に並べられるから。